皆さん、こんにちは。ひなです。いつも私のポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。皆さんは SNS を見ていて、急に気持ちが落ちてしまったことはありますか？さっきまで特に何も感じていなかったのに、他の人の投稿を見た瞬間に、なんとなく自分が惨めに感じてしまった。そんな経験はありませんか？実は私自身もそういう経験が何度かあります。今日はその話をしようと思います。私は仕事柄 SNS をよく使います。特に YouTube は毎日のように見ていますし、いろんな言語のポッドキャストを聞くためにも日々活用しています。ただ YouTube は比較的キラキラした羨ましくなるような生活の投稿はあまり目にしないような気がするんですが、日本でのインスタグラムは少し違うように感じます。インスタグラムにはみんなおしゃれな写真を載せているので、それを見て羨ましくなることが結構あります。普段の生活をしているときは家族も近くにいるし、特に不満はないんですが、自分が何をやってもうまくいかないと感じているときや、一人でいて寂しいと感じているとき、他の人の投稿を見ると羨ましくなってしまうことがあります。実際に経験したことを話します。私は大学生の時、一人暮らしをしていました。家族は近くに住んでいなかったので、友達と過ごす時間が一番の楽しみでした。ある年のクリスマス、一番仲のいい友達と一緒に過ごす予定を楽しみにしていたんですが、直前になってその友達が家族と過ごすことになってしまい、結局一人で過ごすことになりました。いわゆるクリぼっちですね。クリスマスということもあって、SNS はみんなの充実した様子が伝わるキラキラした写真や動画で溢れていました。見る前は特に何も感じていなかったのに、その写真を見た瞬間に自分だけ寂しい思いをしているんだという気持ちが急に膨らんでしまったんですね。自分の状況は何も変わっていないのに、他の人の楽しそうな投稿を見るだけで、こんなにも気持ちが変わるのかと、その時初めて実感しました。もう一つ経験したことがあります。私は言語を学ぶことが好きなんですが、大学生の時、英語の勉強で大きく挫折したことがあります。TOEIC という英語の試験で高い点数を取ることが卒業の要件だったため、毎日必死に勉強していました。しかし、どれだけ努力してもなかなか合格できなかったんですね。そんな時、英語が得意な友達は入学してすぐに要件をクリアしてしまい、時間ができた分、旅行に行ってその様子を SNS にアップしていました。その写真を見て、なんで私だけこんなに苦労しているんだろう。他の人は簡単にクリアできるのに、という気持ちが止まらなくなってしまいました。勉強がうまくいかない自分への焦りと、楽しそうにしている友達への羨ましさが重なって、好きだったはずの英語が一気に嫌いになってしまったことを今でも覚えています。ただ、結果的には時間はかかりましたが、トイックは無事クリアすることができました。そして面白いことに、そのクリア直前に私のやる気を取り戻してくれたのも SNS でした。英語が全然できないところから、毎日必死に勉強して合格を目指す過程を発信している人の投稿を見て、自分も頑張れるという気持ちが戻ってきたんです。同じ SNS なのに、苦しい時は傷つき、余裕が出てきた時は励まされる。SNS って本当に不思議だなぁと思いました。最近友達と久しぶりに会った時、こんな話を聞きました。その友達も外から見えないところで、たくさんの苦労や努力をしているということでした。でも SNS に載せるものって楽しいことや綺麗なものが中心になりますよね。大変なことやうまくいかないことはあまり投稿しないので、見ている側には楽しいことしか伝わらない。
だから SNS を見て落ち込まないようにしていると、その友達は言っていました。その話を聞いて、なるほど、と思いました。SNS に映っているのは、その人の生活のほんの一部に過ぎません。みんな人間なので、悩みも苦労もあると思います。みんなに見られる仕事をしている人は、見知らぬ人からの批判にも耐えながら発信し続けているわけで、それは本当にすごいことだと思いました。日本語に隣の芝生は青く見えるということわざがあります。自分が持っていないものを他の人が持っていると、必要以上に羨ましく見えてしまうという意味です。SNS はまさにこの感覚を強くしてしまうものだと思います。他の人の投稿を見て羨ましいと感じても、実際にその人と同じ生活をしてみると、思っていたのと全然違うということは十分あり得ます。人は自分にないものを魅力的に感じてしまいますが、その人が抱えている悩みや苦労までは見えていません。それぞれの性格や環境、価値観があるので、他の人の人生がそのまま自分に合うとは限らないと思います。では、SNS を見て落ち込まないようにするにはどうすればいいと思いますか？私自身が最近意識していることがあります。私の場合、SNS を見て落ち込むのは、自分に余裕がなくなっているサインなのかもしれないと思うようになりました。だから、今まで挑戦したいのにできなかったことに積極的に挑戦して、後悔を少しずつ減らしていくようにしています。大きなことじゃなくてもいいと思います。小さな挑戦を続けることで、成功体験が積み重なって、少しずつ自信がついてくると、SNS を見ても以前ほど落ち込まなくなってきました。つまり、SNS が悪いんではなくて、その時の自分の状態によって同じ SNS でも見え方が変わるのかもしれません。SNS は自分の心の状態を映す鏡のようなものなのかもしれないと最近は思っています。今日は SNS を見て落ち込んだことはありますかというテーマで話しました。SNS には楽しいことしか載らない。他の人の生活のほんの一部しか見えていないということを意識するだけで少し気持ちが楽になることがあると思います。SNS を見るたびに他の人と比べるのではなく、昨日の自分より少し前に進めたかなと考える方が心はずっと楽になるのかもしれません。皆さんも SNS を見て落ち込んだ経験はありますか？その時どうやって気持ちを切り替えましたか？ぜひコメントで教えてください。こういったテーマについて日本語で自分の気持ちや考えを深く話す練習をしてみたいという方は、オンラインレッスンもしていますので、ぜひ来てみてください。それでは今日はここまでです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。